福岡市中央区大名にあるチクロマーケットの代表の福田です。取り扱いジャンルはオールジャンル、ダンスミュージックからヒップホップ、ソウル、ロック、昔のものから最近のものまで新婦と中古全部扱ってます。甘味料から来てるんですけど、もともと僕オーナー3代目なんですけど、最初のオーナーが60年代のサイケデリックの音楽が好きで、毒々しくてカラフルな着色の色の甘味料だけど食べたら甘いみたいな、そこから点滅したっていうふうに聞いてます。1991年美容室とレコードだと半分半分のお店でスタートして、古着とレコードを扱ってたお店が最初のオーナーで、そこにも僕はお客さんとして行っていて、でその方が転職することになって、次のオーナーがまた2年間やって、で自分がちょうどアメリカに2年住んでる時だったので、日本に帰ってくるたんびにレコードを委託で置いて売れたお金を回収してっていうのを繰り返してたんですね。で、2年後にやらないかって言われて、やりますっていうことで、なので新規で自分のお店を始めるっていうよりは、前からある人気のあるお店だったんで、そのお店の名前と場所をそのまま続けたんで、最初のスタートはすごいやりやすかったですね。もともと古着屋やりたいなと思って、アメリカ住んでるのは古着の買い付けの仕事、当時ヴィンテージのジーンズが高かったり、エアジョーダンが高かったり、あとイームスとかの家具とかヴィンテージ、そういうのを買い付けして売るっていうところで食べてたんですけど、で古着やろうかなと思ってたら、音楽も好きでレコードも集めてたんで、レコードが本当に安くで見つかってたんで、これはレコード屋さんの方が絶対いいなと思ってやりたいなと思ってたら、そういう声がかかったんで、一応グッドミュージックを取り扱うみたいな感じでホームページも書いてるんですけど、末永く聴けるいい音楽っていうジャンル問わず、あとはおそらく街の中古屋さんと違うのは、ちゃんとセレクトしてるとか、DJ の視点がちょっと入ってるとか、そういうところが特徴かなと思ってます。今12インチヒップホップのクラブダンスミュージックも海外のお客さんがめちゃめちゃ買いに来るんで、それは多分新婦屋さんがもともと福岡もいっぱいあったんで、そのおかげっていうのもあるんですけど、やっぱ海外のお客さんですかね。インバウンド強烈に多いですね。コロナ前から韓国のお客さん、韓国から来てたんですけど、コロナ後本当に毎日何組も来るっていう感じです。去年ソウルのレコードショーに行ったんですけど、本当に20代の若い子たちばっかりで、日本のレコ1って言ったら年配の人がいっぱいいるんですけど、本当に若い子ばっかりで、多分そういう子たちが日本にもレコード探しに来てるっていうことだと思います。ソウルの再発も出てたりするんで、昔の音楽のレコードショーのために開発とかもしてるんで、それを目玉に買いに行ったりとか、あとはやっぱ日本版帯付きをもう向こうで売られてるんで、そういうの買ったりとか、シティポップもそうですけど、逆にすごいマイナーなマニアックなやつもあるかってくるんで、すごい詳しいですよね。みんな調べてて、前は山下達郎さんとかそういう感じだったんですけど、今はもっと80年代のニューウェーブとか、ジャンルはどんどん広がってますね。小学生の時はチェッカーズ、その後もずっと洋楽なんですけど、マイケル・ジャクソンとか U2 とかシアトリーが出て、そこからずっと洋楽です。高校でヒップホップ、Do the Right Thing って映画を見て、パブリックエネミーで、地元にオールディーズとかコンセプトのカフェがあって、そこのマスターにいろいろロックとかを教わったりして、そこでシンガーソングライターとか70年代ロックとかオールディーズとかを学んで、大学時代が渋谷系フリーソウルサバービア、そこで大学中にアメリカに結局6回ぐらいいたのかな。旅行で行ってレコード買って、古着とか家具も買ったりっていうのを専門的にやりたいっていうのもあるんですけど、いろんな面白い音楽あるんで、ダブも聴くし、クラブに行ったらめちゃめちゃ楽しいし、なかなか一つのジャンルをするよりはいろんなジャンルを聴くっていう。自分が音楽中学高校と聴いてる時に、ヒップホップとかパンクとか聴いてて、上の世代がそういうのに理解できないっていう風になってるのが嫌だったんで、現在出てる新婦とかも聴いてるんですけど、めちゃめちゃいいのがいっぱい出てるんで、そういうのも理解してフェスとかライブとかにも行ってるし、なので、今の音楽がいいとお店自体もまたどんどん品揃えは変わるってわけでもないんですけど、聞く耳が変わってくるっていうか、でそれによっての再発見みたいな、分かりやすいところで言うとシンセポップみたいなのが最近のウィーケンドとかですね、デュアリパとか出してると、80年代のシンセポップをまた掘ったりとか、コメントを書き換えたりとか、そういうのはありますね。シンガーソングライターとかに一時ハマった時は、スワンプロックとかジェシェイド・デイビスってギタリスト好きなんですけど、その人がここでも弾いてるここでも弾いてるっていう裏ジャケットを見て、クレジット見て、スタジオを見てみたいな、そういう聴き方しだしたらもうどんどんハマっていくみたいな感じですね。当時インターネットなかったんで、紙の雑誌だったりパン人的なやつだったり、あとは先輩の人から話を聞いたりとかで調べていってって感じです。もうシンガーソングライターも大好きですね。
で実際アメリカ行ってるんで、例えばベンチュラハイウェイとか通るとアメリカのベンチュラハイウェイ流れてたりするんですよ。ストリップクラブ行ったらモトリークルーのガールズが流れたりするんですよ。そういうのを体験するともうハマりますよねこうやって聴くんだみたいな。最近はもうラテンとかも聴くんですけど、それもラテンのフェスとか行ってラティーノたちがいる中で聴くとめちゃめちゃかっこいいみたいな。サマソニが去年ラテンステージがあったりしたんで、なので音楽聴く時には多分そういう現場で聴くのがいいんじゃないですかね。よく聞かれるんで、いやもうさっきのジェシェード・デイビスですよね。ゴールデンサンゴってです。UK オリジナルですけどね、ザラザラしたテクスチャージャケット。もう何回か売ってるんですけど、さすがに入手困難になってきたやつは取っとこうみたいな。ジェシェードきっかけでいろいろ聴いていくみたいな。スワンプも結構サンプリングもされたりもしてるんで、トニー・ジョ・ホワイトとかダンペンとか、スワンプ経由でもかっこいいやつとかリズムがちゃんとしてるやつとか、アトランタで撮ってるやつとか、そういうのを探して買ってハマっていったって感じですね。これからチクロマーケットさんのショップツアーをお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。右側のこのショーケース内、可愛らしいグッズが。そうですね。昔の企業広告のキャラクターヴィンテージですね。今は売り物にはしてないんです。ディスプレイにしてるんですけど、住んでる時に買ったり買い付け行って集めたりとかですね、してました。この探偵、これはこだわりでしょうか。これも買い取りで入ってきたやつなんで、ターンテーブルはまあ販売もしてるんですけど、視聴用に買い取りしたやつを使ってます。珍しいですよね、色も。これ新入荷ですね。ジャンルごとに分かれている感じですね。常連さん入ってきたらまずこの辺り。そうですね、新入荷を見ますね。で、各ジャンルは別の棚にあるんで、新規で来た人は気づかずに帰ってっちゃう時があるんで、新入荷こっちやりますって案内はするんですけど、こちら側が7インチシングルですね。ここが新入荷で、あとジャンルごと分かれてる感じですね。僕ね、バンクシーの。バンクシー、昔はどんどん売ってたんですけど、もうどんどん値段高騰したんで今は飾るようにしてますね。先ほどこれちょっとおっしゃっていただいた小山田さんのサインとか。そうですね、お店に来た時ですね。トムロさんとかで、福岡のデザインしてるキネ君とかですね。キネさんも今引っ張りだこ。そうですね。福岡のお店に行くともうどこに行ってもキネさんのイラスト。そうですね。うちも前コラボしてトートバッグデザインしてもらってステッカーとか出したりしたんですけど、電柱にステッカー貼ってるのとかあったりするんで、散歩中にここにもあるっていう見かけたりとかですね。新風入ってきた新風とかですね、もうファッカーズとかもう大好きです。もう多分東京来たら飛行機代払ってでも見に行ける。最近ビートインクさんが帯付きとかステッカーつけたりいろいろしてくれるんで、こういうのもやっぱ海外の人が買ってきますね。ジャパンエクスクルーシブないかって言って質問してくるんで。現行ものでの帯文化っていうのもだから結構貴重だったりはします。そうですね。ピーバインさんも出してますね。ここがジャパニーズのダンスミュージックと、シティポップ歌謡曲とかですね。でここまでですかね。でジャパニーズのパンクとか90年代のインディーロックとか、スクーターズとか進藤さんも何回かお店に来てくれて、ちょっとミーハーなんで一緒に写真撮ったりしましたけど、今いなくなっちゃいましたけど、壁も新風、今入ってきたやつとか新風とかですね。それも買い取りで入ってきたやつなんですけど、もともとつけてたやつが調子悪くなったんで付け替えたんですけど、全然関係ないですけど、防犯カメラミラー用だったんですけど、今韓国の来た女の子たちが自撮りしてますね。それ使ってよくカーブしながらレコーディアで写真撮る映えスポットになってるかもしれない。エクスペリメンタルめちゃめちゃ人気あるコーナーで、例えばインドネシアバリ島に旅行に行って、で自分だけジャカルタに LCC で往復してレコード買いに行ったりとかで、買い付けてたやつとかもあったりしますね。もう値段上がりましたけどね。でジャズですね。ジャズも前ものすごいあったんですけど減ってっちゃいましたね。はいですね。もう出しても出してもって感じですね。あとロックとニューウェーブとかですかね。ニューウェーブもあるし、ギターポップもあるし。そうですね。ネオアコギターポップの人とか、クロームセットとか。ビートルズと70年代ロックになりますね。ソフトロックとか AOR 好きな人には最高なレインボーとか。再発もあるし、プロモの高いやつとかでソウルですね。これも再発版とオリジナルと混ざってますね。こっち行きますか。はい。
でここが両側ヒップホップですね。そうですね、アンダーグラウンドヒップホップとウエストサイギャングスターとあとヒップホップクラシックですね。都内でもこんだけヒップホップ置いてるとこ少ないっていうぐらい12日いっぱいあるんで、そっちの下にもいっぱい箱で入りきれなかった2000年代のヒップホップとかがずっとあるんで、こっち側がクラブミュージックですね。新入荷とこれもどんどん出しても出してもって感じで海外の人がまとめて買っていきますね。値段も本当に安くで出してたんですけど、もうどんどん上げざるを得ないというか。そうですね、やっぱ福岡の新婦屋さんが昔いっぱいあったんで、その時の買い取りが今入ってくる状態なんで、ちょっともう大事に売っていかなきゃっていうのはありますね。そうですね。でやっぱこうエレクトロとかテクノとかディープハウスとかアブストラクトってジャンル細かく分けてるんですけど、時代時代によって今聞いたらこれがいいとかって昔主張して戻してたやつも 2,3 年後に聞いてまた聞いたらこれ今の音だみたいな感じで買っていくんで、流行りとかありますよね。あと地元の人たちが作ってるミックス CD だったり九州の特集もあるんで、これ観光できた人とかお土産で買ってったりとかそういうのもありますね。そこのポスターとか例えば、映画好きなんでジェームス・テイラーとデニス・ウィルソンと唯一サーフィンする人ですねしかもこのリーバイスのヴィンテージ着てるんで、古着を昔やってたんで、これもリバイバル上映何年か前見に行きましたけど。スイートマットはデザインが違う。もともと知り合いなんですけど、今ライスって雑誌とかでデザインとか全部やってる人とか、原宿のビッグラブレコードが昔エスカレーターってやってた頃にジャケットデザインとかやってたデザイナーにお願いして、平野正人ですね。これ平野さんですね。はい、知ってます。平野さんうちのお世話になってます。そうですか、はい、うちのカタカナのお買い上げ袋ショッパーもそうなんですけど、海外受けするんでカタカナで。レコード買い始めの人の若い人も来ますし、もうリタイアして60代過ぎで昔買ってたのをまた買い直したりとかっていう人もいますね。若い子はプレイヤーまだ持ってないけど買うっていう子もいるし、 A 面 B 面の存在を知らない人、クレジット見てこの曲はどこに入ってるんですかってで裏返すんだよっていうのを教えて聞いたりとか、そういう人まで来ますね。若い子もレコードブームなんでそういうように接するし、年配の人来たらうちの親も来てるかもしれないと思って接したりはしてます。もうオープン当時それこそ29年目っていう人もいますし、あとはジャンルが変わっていく人もいますよね。ヒップホップ聴いてたけどダンスホールレゲエに行ってちょっとおしゃれな最近の曲にロックになったりとか、面白いですね。彼女が変わったのかなとか思ったりもしますけどね新風の値段も上がってるし中古版も上がってるんで、今買ってる子たちは大変だなと思うんですけど、でもそこからスタートしてるんで、僕ら自身もちょっと感覚変えていかなきゃなっていう、昔これ1900円だったのにっていうやつもアップデートしていかなきゃなっていうのはあります。親子で来たりとかしてて、で娘さんとかスミス買おうとしたら、これ再発版だからオリジナル買った方がいいから高いけどこっち買っとけっていうのを説明してるのを目撃したりとか、そういうのを見るといいですよね。その娘さんもそういう買い方していくんだろうなっていう。目標ビジョン、そうですね、体力仕事っていうほどでもないんでずっと続けたいですよね。お店は今いるスタッフに譲るとしても、自分の家でレコードに囲まれて知らないレコードを視聴して、この曲かっこいいって言ってコメント書いて売るみたいな、そういうのができると思うんで楽しみですね。ここ以外に倉庫もあって、倉庫にめちゃめちゃレコードいっぱいあるし、自宅にもあるし、レコード屋さんやってると分かると思うんですけど、在庫めちゃめちゃいっぱいあって、知らないレコードがいっぱいあるんで、そういうのを発見していくとか、これ高いんだみたいなのを、ずっとできるっていうのがいいですね。多分何十年先まで楽しめる人生があるなっていうのはあります。めちゃめちゃライブ週1行ってたんで、これコモンヒップホップのコモンとかも日本から来てるって言ったら楽屋いいよって言って通してもらってサインもらったりとか、いろんなバンドいましたね。ベン・フォールズ5。お若いですね。そして若いですよね。97年。じゃあセカンドが出たくらいの頃ですかね。そうですね。ペイブメント。ペイブメント。ペイブメントはペイブメントのジャケットの元ネタ、サンプリングしたジャケットの元ネタにサイン書いてもらって。あとレジェンドって言ったら、シルバーアップルですか。シルバーアップルズ。シルバーアップルズ。すごいな。ライブ、シルバーアップルズのライブを見てるってことがまたすごいですよね。本人も俺も持ってねえんだって言ってます。はい。あ、本当ですか。便利。便利。
ベンベンリリーーはクレア・ディーンズってロイメとジュリエットに出てた女優と当時付き合ってたんで、あ、そうなんですね。多分こう普通に検索しても出てこないんですけど、はいはこの辺が5ドルなんですよ、チケットい。安っ。が。で、ビースティーボーイズとトライブコールドクエストで20ドルとか、これトートラング。あ、本当だ。これを書いてもらった時の写真ですね。これが今ここにあると。これは感動的ですね。フィオナ・アップルもうフィオナ・アップルもこんな間近でなかなかもう見られないでですすね。ね。ギターあ、ウルギターウルフ。ギターウルフもアメリカで見ましたね。いや、素晴らしい。貴重なもの。ありがとうございます。これもなんかノーハイスト。本当もうあれですね、シンガーソングライターからパンクまで、ヒップホップまで幅広いですね。サイン書いてあると売れないんで、そう取っとこうかなっていう。はいでこれが自分の私物。私物ですよ、本当それ。名前も入ってるんで、そうですよ。負けたら入ってる。